赤松の芽が伸びてきてますね。そろそろ植え替えの時期ですね。今日はこっちじゃなくて、葉の色の悪いこっちの赤松と同じく葉の色の悪いこっちの赤松ですねを植え替えしようと思います。多分ですね、はっきりわからないんですけど、僕のとこにある赤松って大体小さいものが多くて、こういう小さい鉢にこう無理やり締めて植えてあるので、どうしてもですね2年に1回ぐらい植え替えしないと葉の色がねこんな感じになります。先端黄色いですね。水の通りも悪いし空気の通りも悪いので、それが原因かなと思ってるんですが、かといってね毎年毎年植え替えるわけにもいかないし、できたらですね3年に1回ぐらいにしたいとこなんですが、このまま持っていくとねどうしてもどんどん調子を崩しちゃうので、今のうちに植え替えをしたいと思います。で今日は赤松ですが、同じぐらいですねうちでも黒松の芽がこうやって伸びてきてて、もうちょっとね太めですけど、そろそろ植え替えの時期なのかなっていう感じです。で同じ松でも五葉松はですね、僕も先生に4月入ってからでいいですよってよく言われますが、その通りでやっぱりちょっと芽の伸びがそこまで良くはないですよね。もうちょっとかなって感じなんで、もう少し暖かくなってからの方が五葉松はいいのかなという気がします。ただやっちゃいけないってわけじゃないんで、今年はねなんかすごい暖かいしやってもいいのかなと思うので、そのうちちょっとトレーにね五葉松いっぱい入ってるんで、それもやっていきたいと思ってます。よし、じゃあとりあえず植え替え始めましょう。とにかく小さい鉢でねそんなに長いこと持ち込めないし、うちは比較的ね棚に日がよく当たるとこなので結構成長するんだと思うんですよね。そのおかげもあってかよく根が詰まります。ちょっとねもう一個同じその時期に巻いた赤松がもう一個あって、そっちの方はね確か去年植え替えしたんだったかな。とっても今年は調子いいんですが、多分このままいくと今年根が伸びて結局これと同じ状態になるはずなので、今のうちにもう植え替えしちゃおうかなとは思ってるんですけど、どうしようかな。どうだ。よしよしよし、綺麗にバッチリ真四角。これは確かにダメだな。よし、じゃあこれをほぐしてまた同じ鉢にね入れていきます。おお、すごいな。なんかもう結構来てますね。そろそろ伸び始めてる感がすごいですね。いい感じです。やっぱこのまま置いといたらダメだったな今年は。よし、やり方として一番いいのは上の方をまずざっとほぐしてですね、で根の量を確認します。上部の方こうね少しぐらいやっといて、でこんぐらいかなってとこまでいったら下をやりつつ横もやるっていうのがいいかなと思います。減らしてる間に上までいったら上全然なかったっていうパターンがたまにあるので、そうすると根の量足りなくなっちゃったりしますから、あんまりねそんなに切りまくったら危ないと思うので、ほどほどにするように先に上の状態をね軽く見ておくといいかなと思います。さて、じゃあ大体ですね出して根をね一回り切れて、この大きさに対してこれぐらいになって、ちゃんとね土も入るような感じになりましたんで、あとは入れていきましょう。もういつも通りですね。この辺はね針金で鉢底ネットを留めて、よいしょよいしょと、こんな感じですね。いろんな留め方ありますけど、一応本当に簡単なものを今日はやってます。であとは鉢にね木を固定するための針金を用意しといて、これの長さね結構僕も適当なんで、たまに足りないこともあって、どんぐらいがいいっていうのがね一応あるんでしょうけど、なんとも分かんないですね。僕にも結構長めに切っといて、で使わない部分が結構あったとしても、その
使わない部分だけ取っといて、またこの鉢底ネットを留めるね針金に使ったりとかっていうのをやってますね。でできるだけこの鉢にですね木を固定する時の針金は太いものを使った方がいいですね。しっかり留めた方がね、いいので、ぐらつくのが一番良くなくて、それの予防に可能な限り太い針金でやってみてはいかがでしょうかというところですね。で毎度おなじみ桐生砂のちょっと大きめの粒でコロ土として一番下のね水はけを良くします。ゴロ土不要なんじゃないかって思った時期があって、いろいろ試したんですよ。でなくても確かにいけるにはいけるんですよ。ただですねそうだな、どうしてもそこに水の溜まるタイプの鉢を使ってた時に、この用土のですね、普通の用土ですね、用土のみじん抜きっていうのをねやってれば多分大丈夫だと思うんですが、水やりの段階でみじんを抜くっていうのをやってたので詰まったんですよね、結構そこの方に泥が。でなんか泥の塊みたいになっちゃって非常に良くない状態になったことがあったので、それ以降ですね、ちゃんと鉢の底にゴロ土は敷こうというふうに僕はしました。なので、鉢の形状と、あとはそうだな、ちゃんとみじん抜きっていうのをやってれば、事前にですね、なくてもいいのかなとまだ思ってる節はあるんですが、一応先生に聞いたらやっぱ入れてとは言ってたんで、プロもそう言ってるんで、あんまりそこは挑戦しない方がいいかなと思ったという話ですね。こうやって持ってねスポンと抜けないっていうのが大丈夫なサインというか目安なので、どうしてもねつけれない時ってあると思うんで、それ以外の時は可能な限りしっかりね固定できるように頑張ってください。こういう感じですね。あとはこの隙間に土を入れていきます。よし、じゃあまず1つ目完成です。見た目は何も変わらないですけどね、これで多分また2年ぐらいは大丈夫かなと。じゃあこっち終わったんで、もう1個の方ですね、こっちやっていきます。さあこっちはどうかな。最近いろいろ思うとこがあって、この鉢に対してこの赤松絶対合ってないなと思う、点がありまして、その合ってない点はですね、何点って言ったらいいんだろう、おおよそ空気と水の通りが悪くなりやすくなってる鉢だからっていうところでしょうかね。ちょっと松植えるのには向かないのかもしれないなと最近思ってます。他の鉢の時もそうだったんですけど、他の鉢っていうか五葉松植えた時か、どうしてもこういうタイプの鉢の場合、空気に触れる面がここしかなくて、で縦長なので、釉薬もかかってて、横からは空気通んないし、空気が触れる面も少ないと。でこれが多分もうちょっと横長になってくると空気がね通る、その面も増えるしいいのかなっていう感じなので、本来は多分こういう鉢にあんまりなんて言ったらいいの、乾いてた方がいいような松類は入れない方がいいのかなと最近思ってますが、どこまで挑戦できるかね、やっていけるのかっていうのも含めてもうちょっとだけ頑張ろうかなと思ってます。綺麗に輪っかになってますねこれがね、よいしょ、そんなに根がね伸びてなくてもこうなっちゃうので、こうなっちゃうって水の通り悪いってことですね。なっちゃうので、ここら辺をどうやって工夫していこうかなとね今ちょっと考えてるとこです。さっき水の通りが悪いから鉢を変えるんだなんてこと言ってましたけど、ただ大きな盆栽になればね全然あれぐらいでこうね詰まってても水は通っていくと思うので、もうちょっとね2年とかじゃなくて5年とか平気で我慢できるはずかなとは思ってるので、このサイズやってる方だけのあくまで参考ですね。こっちもそろそろ根が動いてきてていい感じですね。ただこのままだとまた鉢のサイズに対してねちょっとまたね根がね多いかなっていう感じなんで、若干切り戻してすっきりと入れたいと思います。
僕結構根をこう適当に切ってる風に見えると思うんですけど、実際に適当に切ってる時もありますが一応根もですねちゃんと、木と同じように枝分かれというか根分かれっていうのかな、分かれてるので、太い根とか長い根とかを切る時に本当にこういきなりバッツンと何にも考えずに切るんじゃなくて、ある程度分かれてるところの手前で切るようにしてます。いらない根だったらね、こうピヨッと出ててここはちょっと使えないなと思ったら、それはしっかりとね元から切っちゃっていいと思いますが、そうじゃない場合はちょっとその辺ゆっくり見ながらねやってもらえるといいかなと思います。植えちゃうとね途中に入っちゃうものだからあんまり気にならない、枝ほど気にならないかもしれないですけど、この土の境界線からね下と上ってやっぱりね同じ動きをするので、こっちを丁寧にやっておくとやっぱ上もねいい感じになると思います。枝もまんべんなく出るというか綺麗にちゃんとできたりとかするはずなので、僕も適当にやった木と適当にやってない、丁寧にやった木を同じ感じで比べたりとかしたことないからはっきりそうだとは言いづらいんですが、そういうふうに言われてるのでできるだけ丁寧にねやった方がいいかなと思います。ちょっと底の高さ調整してます。よし、はい、じゃあできました。 OK。じゃあ今日2鉢ですね、赤松の植え替えやりました。これでまたね2年ぐらいは元気にね成長するかと思います。そうだ、元気の方をちょっと持ってきます。ちょっと今日ね雨がすごいんで少しびしゃびしゃに濡れちゃってますけど、上は大丈夫か。こっちの方は比較的水も空気もちゃんと通る状態になってるので、元気そうですね。で単葉もちゃんとできたし、いい感じに成長してます。こんな感じ。これとだから根詰まってるとこういう風になっちゃうよっていうね、元気さの違いが分かりますよね、ここから見るとね。やっぱ違うな。こっちどうしよういいか、それゆっくり考えよう。そうまだね水の通る状態なんですけど、多分1年またほっとくとね、さっきのこれと同じことになるので毎年やった方がいいのかな。でもな、ちょっと悩みどこですね。はい、これはゆっくり考えます。はい、じゃあ今日はねそういうわけで赤松の植え替えやりました。であとはこのただ緊急時的に入れたこの赤松ももうちょっとかっこいいというか、この木に合う、鉢をね選んで入れたいと思ってますので、それもお楽しみにどうぞと。はい、では今日もねご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。